ご機嫌いかがですか？マノンです。10月19日から赤い月の13日間が始まります。この13日間のテーマは、意図と新しい流れ。黄色い戦士の期間に育んだ自己信頼から本来の自分を思い出し、新しい流れを生み出す期間です。今回は黄色い戦士の13日間を振り返りながら、赤い月の13日間の過ごし方を解説します。このチャンネルでは、マヤ暦と糸を使って人生という物語を描くヒントをお届けしています。ご自身の未来を一緒に作っていきたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではここから黄色い戦士の13日間を振り返ります。10月6日から18日までの黄色い戦士の13日間は、挑戦と自己信頼の時間でした。キーワードは、目的、直感、諦めないこと、潜在能力の発揮、仕事、背中などがありました。目に見えない導きを信じ、行動に移す勇気が求められた期間です。具体的には、10月6日、音市の日、仕事の宣言がおすすめでしたが、この日は一粒万倍日、転写日とも重なるエネルギーの強い日でした。10月7日、この日は黒金と満月が重なっていました。10月10日、思い通りにならないことから学ぶ日。10月13日、この日は黒金と重なり、青い夜の13日間で描いた夢を再確認する日でした。10月15日、極星金、太陽の紋章は赤い蛇。どちらも集中力が大切なエネルギーの一日でした。10月16日は、音11と太陽の紋章が白い世界の橋渡し、リセットと再出発のタイミングでした。断捨離をした方もいらっしゃるのではないですか。10月17日、この日は音12の日でしたが、13の月の暦の電気の月の最終日でした。ここ4週間ほど変化が大きかった方は、ここで一段落です。10月18日、音13の日、この日はギフトの日。13の月の暦では自己存在の月のスタートの日となります。この期間に得た自己信頼、それはただ自分を信じることではなく、目に見えない力を信じ行動する力です。この信頼が次の赤い月の13日間で新しい流れを作る原動力になります。それではここから赤い月の13日間を解説します。赤い月の13日間は10月19日から31日まで、キーワードは浄化、改革、新しい流れ、使命、水、決意、インスピレーション、予期せぬ出来事などです。赤い月の浄化は雨だれによって清められるようなイメージの浄化です。この期間は古いものを洗い流し、新しい流れを生み出すとき、水がすべてを清めるように、心の滞りを流す浄化のエネルギーが強く働きます。第五の城の最初の13日間である赤い月の13日間には、次のステージへ進む始まりのエネルギーが働きます。一つ目に、古いものを洗い流す浄化のエネルギー。二つ目が、新しいやり方を生み出す改革のエネルギー。三つ目が、使命や役割に気づくこと。四つ目が、新たな自分に生まれ変わることです。具体的には、10月19日、音1の日。この日は、第5の城の52日間のスタートの日と重なります。絶対拡張金の日でもあり、流れが変わり、大きく拡大するエネルギーが働きます。新しいことを始めるとか、これまでやりたかったことを始める日にぴったりです。10月20日、音2の日。この日は黒金です。10月21日、音3の日。黒金で次から次へとイメージが湧く日と言われています。この日は新月と重なっていますね。10月23日は音5の日。太陽の紋章が赤い空歩く人です。願いが叶いやすい日と言われています。10月26日、音8の日。この日は黄色い戦士の13日間を振り返ってみるといいでしょう。10月28日、音10の日。この日も黒金です。10月30日、音12の日。この日は仕事の宣言をすると成功しやすい日と言われています。
赤い月のキーワードは浄化、新しい流れ、共鳴。この期間は感受性が高まり直感力が冴え、人と共鳴する感覚が高まる期間でもありますが、一方で周囲の影響を受けやすいという側面もあります。その理由は赤い月が太陽の光を受けて輝くから。自分で発光するのではなく、光を受け取る存在なんですね。だからこそ赤い月の13日間はどんな光を受け取るか、つまり誰と一緒にいるかがとても大切になる期間です。皆さんはこんな言葉を聞いたことはありませんか？あなたはあなたと最も多くの時間を過ごす5人の平均である。これはアメリカの起業家ジム・ローンさんの言葉です。この言葉は人の価値観や身体的なこと、年収や学歴、趣味や性格などが自分の周囲にいる最も近い5人の人の平均になってしまうということを言っています。脳科学的にもミラーニューロンという脳の働きが知られていて、人は無意識のうちに周囲の人の言葉や感情、行動をコピーしてしまいます。イライラしている人と一緒にいると自分もイライラしてしまい、夢を語る人と一緒にいると自分の中にも希望の光が灯るというわけです。また、心理学的には社会的同調という現象が知られています。人は集団の中で浮かないように、無意識に他人の行動や価値観に合わせようとする傾向があります。周りの人が挑戦的で前向きなら、自分も自然と行動的になったり、逆に周りが諦めムードだと自分もブレーキをかけてしまう。こういった力はとても強くて、実は環境の影響の方が意志の力を上回ることがあります。赤い月の期間には特にこの作用が働きやすく、またこの影響に気づきやすくもなります。ですから、あなたの中に入ってくる光を選ぶことが、赤い月の期間を美しく過ごす鍵になるんですね。人は一人では生きられません。だからこそ、人からの影響を受けるのは当然のことです。大切なことは、どんなエネルギーを受け取りたいかを意図して選択すること。どんな人と一緒にいたいのか、どんな言葉を自分に聞かせたいのか、どんな空気の中で生きていたいのか、その上でどんなエネルギーを受け取るか、どんな人と一緒にいるのかを選択するのです。その選択があなたの人生を、流れを変えていきます。赤い月の13日間、あなたは光を受け取る器です。誰といるか、何を見るか、何を聞くか、その一つ一つの選択があなたの輝きを形作ります。だからこそ、心を濁らせる人ではなく、心を澄ませてくれる人と共に、それがあなたの人生を美しい光の方向へ導く最初の意図です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったら、チャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。この赤い月の流れで、あなたがどんな光を受け取るか、意識して過ごしてみてください。そして、あなたの光をさらに広げていきましょう。ただいまマヤ暦ダイアリー講座 Zoom 開催の申し込み受付中です。12月10日から始まる新しい260日サイクルに向けてマヤ暦ダイアリーの使い方を解説します。それぞれの金ナンバーに対応した資料付きです。11月の開催はこちらの6日間、10月中のお申し込みで早割があります。詳しくは概要欄をご覧ください。